こんにちは。今日は AUE からスタートするトップダウンのカーディガンを作っていきます。この作り方は編みながら着る形になっていくので、とても楽しい編み方です。はじめは複雑に思われそうなんですが、一度成り立ちがわかると、次からはアレンジも簡単です。よかったら作ってみてください。その際は高評価と登録とベルマークをオンにしてください。ベルマークをオンにすると動画を公開した時にすぐお知らせが届きます。ぜひベルマークをオンにしてください。今回使う糸はセリアさんのニュアンスモヘア。カラーナンバーは7番。材質はアクリル 25g で約102メートル。使用かぎ針の目安は4から6。これとこっちは同じニュアンスモヘアのミックス。カラーナンバーは5番。1色目はこれとこれを一つにして、次はこれとこれを一つにして、最後はこれとこれを一つにして編んでいこうと思っています。針は10号を使います。あとはマーカーととじ針を使います。この糸はこんな感じです。これを2本にして、だいたい3ミリぐらい、こんな感じで編んでいきます。追加で少し小さめのボタンも使います。これで大きさ約 1.5 センチ。入り口にあたる鎖を編んでいきます。その鎖の数について説明します。まず普通に鎖を編んでいきます。この鎖の長さは、私は身長160センチで L サイズ26センチ編もうと思っています。M で23、S で21、LL で30センチぐらい。だいたいこれを目安にして、ご自身のサイズに合わせて編んでいきます。私はこの鎖を26センチ編んでいきます。作りたい長さまで鎖を編んできました。この中にいくつ鎖があるかを数えます。その鎖の数をこのうちのどれかに当てはめます。ちょうどぴったりとは合わないんですが、どれかに近づけます。私は鎖32。鎖32にすると長さは28センチ。私はこの28センチでスタートします。ご自身のサイズや糸の太さによってちょっと変わってくると思います。私の場合はこれ。この鎖の数によってマーカーをつける位置は変わってきます。私のこの鎖32のパターンでマーカーの付け方を説明します。このパターン。まず1番足。最後の鎖にマーカーをつけました。次はここは端から8番目。マーカーを含めて数えていきます。1、2、3、4、5、6、7、8。8番目にマーカー。次はここは
マーカーを含めて18番目と1、2、3、4と数えていきます。これが18番目。最後はマーカーを含めて8番目。1、2、3、4、5、6、7、8。8番目は端になっています。このそれぞれに長編みをしていきます。ただこのマーカーのところでは長編み3つ。1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3。1段目を編んでいきます。マーカーのところに長編み3つ。ここも3つ。まず少し大きめの鎖1つ。マーカーがついているところに長編み。表でも裏でも大丈夫です。私はこの裏返して糸が盛り上がっているところ、ここに長編みをしていきます。針から1、2、マーカーがついていたところ、長編みをします。普段は鎖3つで端の長編みにするんですが、今回はこの鎖と長編み、これが端の長編みになります。同じところにあと2つ、全部で3つにします。これで1つの鎖に3つ、真ん中にマーカー、次からは1つずつ、次のマーカーまで1つずつ長編みをしていきます。次はマーカーをつけたところ、ここには長編み3つ、1、2、3。これで1つに3つ。真ん中にマーカー。次からまた1つずつ。このまま次のマーカーのところまで1つずつ。マーカーのところでは長編み3つ。で、また1つずつ。マーカーのところでは3つ。端まで編んでいきます。端の鎖にも長編み3つ。1段目が終わって、今こんな形。次は2段目。2段目も長編みの上には長編み。マーカーのところでは3つ。ここも3つ。他は1つずつ。さっきと同じように少し大きめの鎖1つ。裏返して根元に長編み。
次はマーカーのついたところ、長編み3つ、1、2、3で、真ん中にマーカー、次から1つずつで、1つずつ編んで、マーカーのところではまた3つで、1つずつマーカーのところでは3つで、1つずつで、ここでもまたこのマーカーのところで3つ、ここまで編んでいきます。2段目の端まで来ました。今マーカーのついていたところに長編み3つ編んだところ、最後はこの端の長編み、ここに長編み2つ、この大きな鎖を編んだところ、ここに長編み2つ、1、これで1つに長編み2つ、2段目はこれで終わりにします。次は3段目、また少し大きな鎖、裏返して、で1つに1つずつ長編み、まず根元、この段の始まりは1つに1つ、段の終わりは1つに2つ、ここは段の始まりなので1つずつ、でマーカーのところでは3つ、まず1つ目、2つ目、3つ目で、また次からは1つずつ、で1つずつマーカーのところでは3つで、1つずつまた3つ、1つずつ3つ、ここまで編んでいきます。3段目の端まで来ました。1つに長編み3つ編んだところ、次はマーカーがついていないので1つに1つ、端の長編みには長編み2つ、1、2、1、2と、段の終わりは2つ、段の始まりは1つに1つで、マーカーがついているところには長編み3つ、このルールだけ守って何段か繰り返していきます。次は4段目、同じです。
段の始まりは一つに一つ。で、マーカーのところは3つ。で、次からまた1つずつ。で、3つ、3つ、3つ、最後は2つ。この最後の2つを忘れないようにして、このまましばらく繰り返していきます。16段編んできました。長さは約26センチ。で、今の状態は角を合わせて整えて、こっちも合わせて整えて、この真ん中が少しクロスしている状態。ここが空いていると着た時にも開いてしまいます。なので少し重なるぐらいがいいかと思います。で、この段数は偶数にします。で、次にこの脇の下に鎖3センチぐらいでつないで、ここを袖ぐりにするので、これで腕が通るか試してみます。少し開いて、この幅に腕が通るか。で、きついようでしたらもう少し編んでいきます。大丈夫だったら次は袖ぐりを作っていきます。で、編んできた向きに戻します。表を確認します。最初に編んだ長編みが表の方を表にします。ここが表。偶数で編んでくると最後は裏になっています。こっちは裏で、こっちが表。表を上にします。で、見やすいようにマーカーをつけておいてみます。ここが表。ここが表。で、この角。この部分は前の部分。こっちは後ろ身ごろ。で、ここは袖になるところ。この短い辺。角と角にマーカーをつけます。この長編み3つある真ん中。こっちも同じ。で、こっちは色を変えて白のマーカーにしました。で、白と白をつなぎます。ピンクとピンクで袖ぐりにします。どちらから編んでも大丈夫です。表を上にして袖ぐりを作っていきます。糸玉につながっている糸は切らずに休めておきます。新しい糸を持ってきます。編みやすいように結び目を作ります。この時15センチぐらい残して、ここからスタート。で、マーカーのところ、表から針を入れます。糸を引き出して、ここから鎖を3つ。1、2、3。
袖の部分を通って向こう側のマーカー、表から針を入れます。糸を出して引き抜きます。これでつながりました。で、これでもし腕がきつかったらあと何個か鎖を増やしても大丈夫です。大丈夫だったら鎖一つ、ここでも15センチぐらい残して糸を切ります。これで袖ぐりが出来上がりました。反対側も同じようにこことここ、表を上にします。表から鎖3つ、で袖をたどってマーカーのところ、表から針を入れます。これで両方とも袖ぐりができました。で、元の糸に戻ります。糸が出ているところから続けて編んでいきます。次は中長編み、また少し緩めの鎖一つ、裏返して根元に中長編み、次も中長編み、このまま一つに一つずつこの鎖の手前まで中長編みを続けます。鎖編みの手前まで来ました。この鎖の出ているところにも中長編み、これは長編み3つの真ん中、ここにも中長編みで、この糸端は編みくるまずに残しておきます。次から鎖に1つずつ、まずここ3本見えるうちの上が2本、下は1本、この位置に針を入れて中長編み、次もこれで3つの鎖に3つの中長編み、次はこの鎖の出ているところ、この糸端は残しておきます。で、これは長編み3つの真ん中、中長編み、次からも1つに1つずつ中長編みをしていきます。で、このまま中長編みを続けて、次の
鎖のところ、ここでもまずこの鎖の出ているところ、ここまで一つに一つ、ここではこの鎖の出ているところで鎖に一つずつ、次はここ鎖の出ているところでまた一つずつで端まで中長編みを続けます。端まで来ました。最後の長編みに中長編みを一つ。今までは端に長編み2つ編んできたんですが、これからは一つに一つずつ。次は長編みをしていきます。鎖一つ裏返して根元に長編み、次から V を編んでいきます。足元一つ飛ばして2つ目、鎖同じところに長編み、これで V、 次また V を作ります。次は足元2つ飛ばします。2つ飛ばして3つ目に V、 次また2つ飛ばします。1、2、3、これで足元1つ2つ2つ、次また1つ1つ飛ばして2つ目に V、 次からまた2つ飛ばして3つ目、1つ2つ2つ1つ2つ2つとこの V の間を開けていきます。1つなので次は2つ、でまたこれで1つ2つ2つ、また同じように1つ2つ2つと繰り返していきます。1つ次は2つ、これで1つ2つ2つ、また次も1つ2つ2つ、これで端まで編んでいきます。端の手前まで来ました。ここは長編み、ここは V にします。なのでここに V、 足元一つ飛ばして V にします。でまた足元一つ飛ばして V、少し調節して足元の間隔を合わせました。最後は長編み、
次は中長編み。少し緩めの鎖1つと中長編みを編んでいきます。まず根元、次はこの長編みの上、次は V の真ん中、長編みの上、こんな感じで中長編みをしていきます。次はここ、で真ん中、これで端まで編んでいきます。端まで編んできました。最後の長編みに中長編みを1つ、次また V を編んでいきます。長編み、V を編んでいきます。足元1つ飛ばして2つ目、で次からずっと2つ飛ばして3つ目に V を編んでいきます。次も2つ飛ばして V、 2つ飛ばして V と編んでいきます。前の段では1つのところがあったんですが、これからは全部2つ、次も2つ、2つずつ離して端まで編んでいきます。2つずつ離して編んでいくと下の模様とラインが揃います。これで端まで編んでいきます。端まで来ました。足元1つ飛ばして2つ目に長編み、この V の段では端だけ足元1つ、他は2つ、次は中長編み、今までと全く同じです。根元、このまま端まで中長編みをしていきます。次は V でまた中長編み V と繰り返していきます。で私は途中で色を変えます。最後に縁を編んでいくので、その分の糸は残しておきます。模様編みをしてきました。長さは約35センチ。最後は中長編みになっています。私はここ2色を、薄い方を6センチ、濃い方も6センチ。これは1色でもなしでも大丈夫です。
好みの色にしてください。私はボタンをつけようかと思っています。で、ボタンをつけた位置にマーカーをつけました。私はこの中長編みの上、長編みのところで模様が始まって次の中長編みで同じ位置にマーカーをつけました。次に縁を編んでいきます。で、私はここからこの色で始まっているので、ここからスタートして同じ色で編んでいこうかと思っています。一色で編んでも大丈夫です。色の変わり目から始めます。この中長編み、鎖一つ、細編み、鎖4つ、1、2、3、4、次の中長編み、こんな感じで編んでいこうかと思っています。また鎖4つで次の中長編み、2、3、4で、この中長編みに細編みをします。この中長編みの下のところに針を入れます。で、この中長編みのところでボタンホールを作ろうかと思います。鎖2つ、1、2で、この中長編みと長編みの間、ここぐらいに細編みで、これをボタンホールの代わりにしようかと思います。で、使いたいボタンが通るかを確認します。もしここが狭かったら鎖の数を増やします。で、次も細編み、細編みを2つで、ここにもあるのでもう一つで、ここでまたボタンホールを作ろうと思います。鎖2つで、こんな感じでこの位置で大丈夫だったらまた同じように続けていきます。次から長編みに編んでいきます。鎖4つ、4で、この長編みを飛ばして次の長編み、細編み、また鎖4つ、ここを飛ばして次、首のところまで来ました。ここに細編みをしようと思っています。その間の鎖は3つ、1、2、3で、首のところ
最初に編んだ鎖のところ、ここに細編みをします。でこんな感じにしました。ここからまた鎖を編んでいきます。鎖3つで足元は2つ長編みを飛ばします。1、2、3、2つ飛ばして3つ目に細編み、また1、2、3、2つ飛ばして3つ目、こことこの3つも飛ばしてここに細編みをします。でまた1、2、3で数がちょうど合わないかもしれないんですが、だいたい等間隔になるように編んでいきます。ここまで編んでいきます。反対側の長編み3つの手前まで来ました。ここに細編みをしたいので鎖2つに調節しました。細編み、次からこっちと同じ鎖4つ、ここを飛ばして次、こちら側はボタンホールを作らないで普通に鎖4つと細編み、また鎖4つと細編み、でこの色の変わっているところまで編んでいきます。色が変わっているところまで編んできました。一色で編んでいる時にはずっと続けて編んでいきます。私はここで終わり。これが最後の細編み。ここで糸を切ります。これは後で隠しておきます。で今度は新しい糸、この糸を使って同じように編んでいきます。でここから始めていこうかと思います。細編みで鎖4つ、さっきと同じです。この中長編みの間に細編みをします。で鎖2つ、1、2で角を曲がってここら辺に細編み、これは大体で編んでいこうかと思っています。あまり角にしないで丸い感じで編んでいこうかと思っています。ここからは鎖4つで足元2つ飛ばして細編み、
こんな感じで編んでいきます。でこれがちょっと可愛すぎる時には鎖の数を減らします。で同じように編んでいって、角ではさっきと同じように鎖の数を調節して編んでいきます。ここに細編みとここら辺に細編み、だいたい整うように細編みをして、でここまで細編みをします。ボタンをつけて糸端を処理しました。袖ぐりを作った時のこの糸端を使って、この長編み3つのここに穴が目立つと思うので、この糸端を使って目立たなくします。この部分で目立つようであれば整えて、で何回か針を通すとしっかりとします。で整えて、あとは糸端をほどけないように隠します。これで出来上がりました。ボタンホールはとても簡単に作りました。袖の脇の下に当たる部分には鎖3つ分のゆとり分があるので、肩が動かしやすくなっています。でボタン2つでとても可愛い印象になりました。で使った糸も軽くて暖かくてとても着心地がいいです。サイズを測りました。上から下まで65、横幅55、ここは50センチ、襟の斜めのラインは31、袖は2つに折った状態で16センチ、使った糸は 250g で、玉の数でいうとこの色は7玉で、こっちは2玉使いました。最後までご視聴ありがとうございました。